ロースなんかでもこう脂身からこう細くなってる部分のこの脂身がさしてるこの部分はどんだけ美味しいかで僕は選ぶようにしてる。お肉がすごく分厚いんですけど、はい、柔らかいんですよ。で、かつ衣が薄くてカリカリして、これは僕今まで食べたとんかつで初めて。とんかつ食べたいなって思った時にパッと思い浮かんでくれるようなお店作りしていただいて、お腹いっぱい美味しく食べていただいて美味しかったという幸せになって帰っていただけるお店を目指してるんですよ。オイルってどんなオイル使われてるんですか？キャノーラ油使ってます。はい。フライヤー左右あると思うんですけど、温度っていうのはこっちが130と160、こっちはマイナス30っていう感じ。こう2度揚げされる感じあ、そうです。分厚いやつはこっちでこっちにね。混合だしっていうだしを使ってます。はい。お米はどんなお米を使われてるんですか？岡山県の煮込まれてる米です。でこれずっと変わらずですか？
そうですね、はい。2升ですね。1日6升ぐらい。はい。多い時ってどれぐらい炊かれるんですか？ 10升とか。はいはい。これは定食に出す3種類のソースです。オリーブオイルとポン酢ですね。白味噌が8割ぐらい入ってて、はい、あと人参と玉ねぎとか他野菜がめちゃくちゃ入ってます。はい。すごくお客様に好評だと聞いたんです。あ、そうです。かなり好評です。たまに、ペットボトルごと買う人とかいます。はいはい。これは何の仕込みですか？これはバッタ液、とんかつのつける時の液体ですね。結構デリバリーのご注文も多いですか？あ、めちゃくちゃ多いですね。ウーバーイーツが。はい。デリバリーだと何が一番人気ですか？あ、デリバリー、やっぱ上ロースですね。200g なんですけど、それが一番出る。それ2番目がやっぱチーズ。はい。でも結構とんかつ高知さんってはいどんなお店ですか？気軽にとんかつ食べたいなと思った時にパッと思い浮かんでくれるようなお店作り、ここ最近ね、よくある高級とんかつが割と主流になってお店増えてきてますけど、誰でも入って来ていただいてお腹いっぱい美味しく食べていただいて美味しかったという幸せになって帰っていただけるお店を目指してるんですよ。マニアをうならせるような珍しいとんかつっていうのも結構最近そういう銘柄豚のお店が増えてきてますんで、俗に言う東京 X とか、林 SPF とか、岩中とか、ちょっと最近入れたんがめちゃくちゃ脂身とかすごい美味しいなと思ったのがゼイトンっていうね、マンガリッツァ豚って言われる国宝豚って言われるやつと二六豚って言われるやつの掛け合わせの豚があって、それを最近入れてるんですけど、めちゃくちゃ脂身のがね、口どけが融点がめちゃくちゃ低くて、それが今僕一押しかな。
であとほうじ豚もう、まあ、ほうじ豚はもうたまたま近くの社長さんところが取り扱ってらっしゃって、で、まあ、そこからいただいたりしてて、そのまあ、ほうじ豚もかなり美味しい、まあ、安心して使えるというか SPF の中でもまあ、最高ランクの SPF あ、どう言われまして、はい。200。ごめんなさい、失礼します。すみません、失礼します。今はタレ揚げ出しとかに使ってる和風だれだし醤油を使って
はいよ。使われてるパン粉っていうのは結構粗めですか？そうですね。大粗めってあって、だいたい粗めですね。粗めの方、だいたいミリ数でいうと12ミリって言われる。でその上が15とか、なってくるとだいぶ粗い。それのちょっと一段下ぐらいかな。どれくらいの頻度で来られるんですか？そうですね、毎月に1回ぐらい食事させていただいてます。お肉がすごく分厚いんですけど、はい。柔らかいんですよ。で、かつ衣が薄くてカリカリしてるんですよね。こんだけ分厚い肉に火入れるのに普通だったら衣焦げちゃうと思うんですけど、それ焦げてないっていうのがすごい薄くて、これは僕今まで食べたとんかつで初めてですね。で、月1回やっぱ思い出して食べたくなるみたいな。元気が欲しい時はこれ生活食べて。オリーブオイルのその
これがさっきの言うてたゼイトン、すごいですよ。全然脂身感じないんですよ。脂身はマンガリッツァ豚のいいところ、で、赤身のとこはデロップ豚のいいところを取って掛け合わせてる。いいとこ取りっていう感じ。そうそう。お願いします。はい。これは冷やしのために SPF っていう豚なんですよ。はい。農林水産省のなんか、を受賞してるような結構いいお肉なんですけど、あんまり知名度は関西の方ではあんまりないような気が、ちなみになんか今気になっているお肉とかっていうのはあるんですか？ポージュトンをメインにちょっとずっとやってたんですけど、今ちょっと若干お休みさせていただいてて、でちょっともう一回いろんな、豚をサブ入れてみようかなっていうような時期かなっていう、そんな中の今、税分であったりとか、ちょっと使ったことないような感じのやつとか、で東京 X に関しては安定供給していただける限りは、ずっと定番では言うてるけど、最近入れたんで、ほんでオリーブ豚っていうやつも入れましたけど、オリーブ豚っていう豚は脂身食べた時にオリーブの身食べてんなって分かる感じの脂身でしたね。そんな風に定番のこれっていうよりは思い立って問い合わせて、商談成立したら送ってもらって、もうだから手書きでもメニュー作って入れ替え差し替え、今やってるんですけど、その方が楽しいなと思って。
その時その時のお肉のコンディションがものすごいバラバラなんで、やっぱりね、個体個体がやっぱ人間も一緒でね、個体個体がやっぱり同じブランドでも個体個体があるんで、やっぱり違いがあるんで。50g です。お家でとんかつをするときに上手にできるコツとかってあるんですか？それは僕いつでも言うんですけど、温度、例えばなんですけど、ご家庭でなされる時っていうのは、一番のネックがなかなか我々が使ってるようないいパン粉、柔らかいパン粉を手に入りにくいっていうのがあって、だからとんかつ1枚のとんかつをこうしっかり肉厚のとんかつを使う時はちょっとなるべく柔らかめのパン粉を選ぶといいんですけど、そうでもなくてお父さんのおつまみとかにもなってで、なおかつ子供さんも食べやすくてとかなってくると、パン粉が別に硬くてもお寿司の寿司ネタ、マグロとかお魚の寿司ネタぐらいの感じでカットして一つずつで、それをこのバッタ液ってあるじゃないですか、これをね逆に卵とかじゃなくてちょっと濃いめの、小麦粉と卵とお水、あるいはコク出すの牛乳とちょっと入れた感じでちょっと濃いめのやつを作ってもらって、でそれをね逆に濃いめにそれをつけてもらって、でパン粉を逆に軽くまぶすような感じで170度ぐらいの温度で軽く揚げてもらったらすごい軽く揚がる。美味しい。そうですね。イメージで言うとだからどっちかというと串カツっぽく上がるっていう感じで、そこにだから例えばお肉にちょっと生姜とニンニクとお醤油とか下味付けといて、で軽く揚げてもうほなそのまま食べても美味しいですね。もう言うたら卵液卵とかで薄くパン粉をつけて、それもどんなパン粉でもいいですから、ドライでもなんか薄くつけて、でオリーブ油でフライパンで焼き揚げするような感じでも美味しいですね。150g です。オーナーにとってですね、ここは特別だ、ここは名店だと思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども。そうですね、僕もうここ最近で、ある意味再開でもあるんですが、玉出にあるですね、フランス料理のお店のビストロポタジエっていうお店なんですけど、たまたまですね最近フレンチのランチ食べたいなと思って、で検索してオーソドックスなフランス料理、時はランチやったんですけど、食べてですね、で、ローストポークの火の入れ加減とか、そんなのも感動しました、で忘れてたんですけど、パッとお会いしたらそれがなんと昔ですね、筒井調理師専門学校にですね私も教えていただいた先生で、もうかなり有名なお店だったんですけど、私もちょっと仕事が忙しくてずっと気づかぬまんまずっと過ごしてきたんですけども、かなり有名な先生でもあられますし、本当に行って間違いのない確かな、王道と言えるようなフランス料理を出していただけるお店やと思います。はい。
とんかつ食べたいなと思った時にパッと思い浮かんでくれるようなお店作り、ここ最近ね、よくある高級とんかつが割と主流になってお店増えてきてますけど、誰でも入ってこれ、来ていただいてお腹いっぱい美味しく食べていただいて美味しかったという幸せになって帰っていただけるお店を目指してるんですよ。